それはいわば奴隷契約であり、悪魔の契約か。イムとはイム。エルバフの巨人たちは嫁のレッドラインを越えられない。嫁のレッドラインを越えてさらにどうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年22号ワンピース最新話1147話我々の怖いものを考察していきます。この1147話の話数の語呂合わせはもちろん人々死難。なぜ五老星や神の騎士団が不死身なのか、こちらをがっつり考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは先週の予想を振り返りましょう。こちらです。1147の類似話数は47話、147話、1047話です。47話は海賊艦隊提督ドン・クリーク。147話はウソッパチ。語呂合わせはヒオルナ。1047話は都の空。語呂合わせは落とすな。鬼ヶ島を花の都に落とすな。ヒオルナ・桃之助。これら類似話数と1147話がつながるなら、そのキーワードは落ちる、嘘、弱々しいの3つでしょうか。とりあえずコロンたちの船か、もしくはコロン自身が1147話で落下しそうです。1147話の話数の語呂合わせ予想は人々死難。文庫を含めた神の騎士団たちはやはり不死身の存在か。いい死難。おそらくサウロたちは不死身の神の騎士団にはかなわないと悟ったのか、子供たちの救出をロビンとチョッパーに託しています。はい、先週の予想もまあ47点ぐらいでしょうか。話数の理論を確認していきましょう。47話ではグランドラインの落ち武者ドン・クリーク。1047話では花の都に落ちそうな鬼ヶ島。そして1147話では巨人たちの船が墜落。次に147話では新年の象徴、命をかけるドクロの海賊機。一方1147話ではルフィに忠誠を誓い命をかけるドクロのブルックの任侠道。また1047話では女房と子供の幸せのために落下して死を選ぶ侍たちの武士道。一方1147話では巨大な女房が怖くて落下してしまうエルバフの巨人たち。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の流れを考察していきましょう。1147話のスタートはソマーズ星にやられたサウロ。そしてサウロはどうやら海軍中将時代神の騎士団の不死身の姿を見たことがあったようです。これが1147話の話数の語呂合わせ一つ目。人々死難。先週考えたようにサウロは神の騎士団が不死身だと知り叶わないと悟って子供たちの救出をロビンとチョッパーに指南したようです。これが1147話の話数の語呂合わせ二つ目。いい指南。子供たちの救出をロビンに指南してソマーズ星にやられてしまったサウロ。その隣には軍庫に囚われたナミ・ウソップ・ジンベエ・ブルックがいます。ここでブルックは軍庫を見て、あの女性、いやー、そんなわけないかと何やら意味深な発言を残しています。これは一体どういうことでしょうか。ブルックは50年間一人で海をさまよっていた男です。そのブルックがまるで軍港を知っているかのような発言です。先週ブルックは50年以上前、ある王国の護衛団長として聖地マリージョアのレベリーに参加したと考えました。そこでおそらくブルックは神の騎士団を見たことがあると考えました。となると、ブルックが軍港を見たことがあるということは、軍港の年齢は50歳以上。いや、さすがに軍港は50歳には見えません。これは38年前、ゴッドパレーで見たサターン星と同じです。軍港もサターン星と同じく不老なのかもしれません。なぜ五老星や神の騎士団は不老であり不死身なのか。その秘密はすでにこちらの動画で考えました。それはイムとマムの表裏一体からイム様が付与した能力だろうと考えました。こちらです。イムという漢字には死者の命日という意味もあります。そんなイム様はビッグマムと表裏一体だとも考えました。マムのエピソードや能力を全て真逆にするとイムの秘密がわかるかもしれません。マムは母の日という技を使います。イムはマザーフレームという古代兵器を使います。マムの夢はあらゆる種族と同じ高さの目線で食事をすること。イムは逆に人種差別を行い庶民よりも高い位置に住んでいる。マムが望んでいたのはウェディングケーキ。メアリー・ジェノワーズ。イムが住んでいるレッドラインの土地はマリー・ジョア。つまり一文字違いです。そして珍獣コレクターのマムはルナーリア族キングを欲していました。イムは逆にマリージョアに存在したルナーリア族が住む神の国を滅ぼしています。マムはカルメルの写真を額縁に入れていました。イムはリリーの写真を額縁に入れていました。マムはカルメルを丸ごと食いました。イムは逆にリリーにいっぱい食わされています。
ここで考えたいのが、マムの悪魔の実です。マムの能力は自分の魂や他人から奪った魂を無機物や動植物にのみ体に入れて擬人化できます。例えばマムに魂を捧げるとトットランドの居住権が手に入ります。これと逆にイムに死を捧げると不死身の能力が手に入る。死を捧げるとは逆に言えばいつでもイム様はそのものを殺せます。じわじわと難しくなってきましたが、よく聞いてください。マムは他者の魂を奪うが、その人は一定条件下で生きていける。イムは他者の死を奪うが、その人は奴隷となって永遠に生きられる。つまりイム様に死を捧げた、あるいは奪われた時点で、その人はある意味でそこで死んでいますが、逆に言えばイム様が許す限り永遠に生きていけます。それはいわば奴隷契約であり、悪魔の契約か。イムとはイム。死者の命日の能力を持っているのか。はい。イム様と奴隷契約をすると不死身になれると考えました。それは自分の命、死を捧げる契約です。もしもこの考察が正しい場合、イム様と死の契約を結んだ時点から、五道星や神の騎士団はその時点である意味で死んでいる。魂の状態だから不死身なのか。ビッグマムは自分の魂、命を無機物に付与できるが、イム様は逆に他人から死を奪い、魂の状態にできる。そういうことでしょうか。もしもそうであれば、そのヒントはもちろん、ソウルキングことブルックとグンコの対比でしょうか。魂が肉体に戻って蘇ったブルックと、逆に肉体が魂の状態となっているグンコ。ブルックとグンコは表裏一体か。そのグンコがブルックを奴隷にしようとしていることもつながります。さらにこの1147話の語呂合わせは人々指南。そしてさらに魂を操作できるソルソルの実、ビッグマムに似ている巨人の母ちゃんたちもヒントかもしれません。つまりグンコは50年以上前、イム様と死の契約を結んで不死身となり、そこからグンコの姿は50年以上前から変わっていないと。それでは次に、この不死身の能力は一体何なのか。こちらの動画では、イム様の能力とは、悪魔の海蛇、リヴァイアさんだと考えました。故にこの死の契約も、リヴァイアさんの能力だと考えます。なぜ、海蛇、リヴァイアさんが他人の魂を奪えるのか。これは、五芒星、アビスからわかるかもしれません。アビスとは深淵という意味ですが、聖書においてアビスとは地獄の口、ヘルマウスとも呼ばれ、それは罪人の魂が落とされる深淵なのです。そしてこの深淵、地獄の口、ヘルマウスとはリヴァイアさんの口だと言われています。さらにワンピースでアビスとは五芒星の魔法陣のことですが、五芒星の魔法陣にはヘブライ語でリヴァイアさんと書いてあるそうです。故に五芒星アビスとはイム様リヴァイアさんの能力であり、それは魂の通り道だと読み解くことが可能です。そしてキリンガム星曰く、五芒星アビスを通過するには印が必要だと言っていました。つまりイム様と死の契約を結んだ者は体に印、タトゥーが刻まれるのでしょう。それはまるで天竜人の奴隷の紋章、天翔竜の蹄のようにです。五老星と神の騎士団はイム様の死の奴隷となっている。だから不死身であると、そのように考えます。話を本編に戻しましょう。グンコに拘束されたウソップはグンコをゾンビ女だと呼びます。そんなグンコは神の騎士団らしく矢印の能力で騎士の剣を作り、ブルックにその剣を突き立てると足でブルックの顔面を踏みにじります。この時ブルックの顔はのけぞってしまい、グンコのパンツを直視できていない。なんという下道。パンツを見たいブルックがグンコのパンツを見れない。そしてグンコはブルックに命令する。私のもの、奴隷になれと。この時のブルックの顔がのけぞっているシーンは、ルフィがブルックを仲間に勧誘したシーンと真逆です。そしてブルックはグンコの要求を突っぱねます。私はルフィ船長にのみ忠誠を誓っていると。するとグンコは、断れば殺すと言ったら、そんなグンコの脅しにブルックは日和らずに答える。死にましょう。仁義を書いて生きるよりは。出ましたワンピースの任侠道。グンコの奴隷になるくらいならブルックは死を選ぶという。これに切れたグンコはブルックを蹴り飛ばしますが、グンコは心にギュッと精神的ダメージを受けています。これが1147話の話数の語呂合わせ3つ目。人ひ女。人ひ女。ひよるとはおじけづく、弱腰になるという意味です。この語呂合わせ、人ひ女は、母ちゃんの幻影におじけづく巨人や、誘拐されてビビっている子供たちにもかかっています。
そしてグンコは大好きなソウルキングことブルックに対して明らかにためらいながら攻撃をしていますから、つまり左右で目の色が異なるグンコのオッドアイは矛盾するグンコの心の二重性を表しているデザインだったのでしょう。グンコはおそらく心の中で神か悪魔かどちらが正しいのか迷っているキャラクターでしょう。ここでソマーズ星はエルバフ全域に放送を開始します。ソマーズ星は自らを聖地マリージョアの甲斐犬だと言います。甲斐犬とは懐刀、女性や花嫁が護身用に持っている小さな刀や、また計画を預かっている知恵者という意味もあります。マリージョアの盾がサイファーポールイージスゼロなら、マリージョアの剣が神の騎士団ということでしょうか。イージスイコール女神を守る盾、甲斐犬イコール不正が持つ護身用の刀です。イージスと甲斐犬、なぜどちらも守る対象が女性なのか。5年前、僕ははじめイム様とは女王のイメージだと考えました。しかしイム様の本名はネロナ・イム星です。つまり天竜人の名前の法則によれば、ネロナ・イム星とは男性の名前ですから、イム様の性別は男である可能性が高いのですが、4年前クロコダイルとイワンコフから考えたように、イム様とはオカマキャラの可能性があり得ます。イワンコフが初めて登場したのは537話、地獄に仏。ここでは仏という文字にオカマとルビが打たれているので、もしかしたらイム様はイワンコフと同じく性別差のないジェンダーレスキャラクターの可能性もあるでしょう。ここでイワ様を回転させてみましょう。するとそれはイム様。話の本編に戻しましょう。ソマーズ星が放送を始めた頃、巨人たちの空飛ぶ船グレートエイリーク号は大パニックです。なんと巨人たちの船に巨大な母ちゃんが襲いかかっています。勇敢な戦士と呼ばれたエルバフの巨人たちであっても嫁にはかなわない。エルバフの巨人たちは嫁のレッドラインを越えられない。なんでお酒飲み行きましょうよ。もうお酒がないとダメでしょ、これは。もういや全然いいけど、はレッドラインがいっぱいあるんだよ。だからまず予約する、嫁を超える、ね、嫁のレッドラインを超えて、さらに何なんすか、嫁のレッドライン。仕事とかのレッドラインとかいっぱい、レッドラインいっぱいあるんだから。何なんすか、嫁のレッドライン。嫁のレッドラインっていうパワーワードは何なんですか。レッドラインを超えないといけない。正規でね、ダメよ、魚人島とか使っちゃう。ああ、そうですね。嫁のレッドラインは。嫁のレッドラインは正規のルートで。こう正規のルートで行かないと、後々改造扱いされるんだから。我らに突き通せぬ者は血に染まる蛇のみよ。嫁のレッドラインを越えられない船は墜落してしまいました。ごめん。この前ズボンのポケットにタバコ入れたまま洗濯機に入れて、中でタバコのヤニが爆発して他の洗濯物が全部ヤニ臭くなってごめん。とにかく墜落した船を尻目にソマーズ星の放送は続きます。ソマーズ星は10人の子供たちを誘拐して人質にしたといい、さらに学校と図書館を火で燃やして忠誠を誓い戦闘奴隷になれと言います。これが1147話の話数の語呂合わせ4つ目。火と人質。火と人質。ワンピース語呂合わせで7話、中国語の地位が採用されています。火と人質。お見事。そしてソマーズ星は忠誠を誓わなければ子供たちを一人ずつ消していくとも言います。その決断を長老ヤルルに迫るソマーズ星。そんな子供たちの中にはコロンもいます。もちろんこれをリープリーとギャバンは許さない。海賊王の左腕ギャバンがすぐさま駆けつける。さらに世界遺産オハラの知恵が詰まった図書館を燃やすことをロビンも許さない。オハラの悪魔ロビンの目がイム様モードに変貌しています。神 VS 悪魔の戦いが始まるのです。もはやどちらが神でどちらが悪魔なのか。神か悪魔かエルかバフかどっちなんだい。本編の考察は以上です。最後に少しボニーについても考えましょう。エルバフには年々のみのボニーもいます。このチート能力はどのような展開をもたらすのでしょうか。例えば理論上ですが、年老いたギャバンやヤルルをボニーなら全盛期の若い頃に一時的に戻せます。また幼いコロンを一時的に成人にすることも可能です。しかしすでにギャバンは走っていきましたから、ギャバンが若返る展開はなさそうです。もう一つ考えられる展開は3000年前の謎の施設です。ボニーは生物だけでなく無機物さえも時間操作が可能です。
ボニーはオイルショックでドアノブを経年劣化させていました。となると、あの謎の施設を一部分のみ一時的に3000年前の状態に戻すことが可能なのです。するとそこからベガパンクがあの施設を解析できるかもしれません。以上です。続いては次回のゴールデンウィーク明け、1148話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1148話の類似話数は48話、148話、1048話です。48話はその航路やめときな、語呂合わせはシャーもありますが、48話の語呂合わせは余波でしょうか。ミホークに狙われたクリーク海賊団ですが、偶然嵐による高波に逆に救われたと言います。148話は折れない、語呂合わせは石は、新年の象徴ドクロの海賊旗の石は折れない。1048話は20年、語呂合わせは人の世は。これは夏目漱石の小説の有名な一節です。意地を通せば窮屈だ。とかくこの世は住みにくい。人の世は20年。和の国が支配された光月家無念の歴史が語られています。これら類似話数と1148話がつながるなら、1148話ではハラルドの秘密をソマーズ星が暴露してしまうのか。それはハラルドが神の騎士団と手を組み、エルバフを売り渡そうとしたハラルドの闇でしょうか。ただし、ソマーズ星は悪意を持ってそれを語りそうですが、真実は少し違っていて、本当はハラルドはエルバフを世界政府の脅威から守ろうと一人犠牲になっていたかもしれません。もしもそうであれば、それが語られるのは次の次、1149話でしょうか。1149話の類似話数は1049話、目指すべき世界です。1148話ではソマーズ星がハラルドは裏切り者だと語り、次の1149話ではハラルドが目指していた世界が語られる、そのような流れかもしれません。となると1051話が和の国将軍光月桃之助です。情けなかった桃之助が立派になっていますから、こことつながって1151話ではエルバフの恥ロキ王子が立派に描かれるかもしれません。もしもそうであれば、ピンクの竜桃之助とロキがつながり、ロキの能力がドラゴンである可能性が高まります。とにかく1148話の反転話数も考えましょう。1148話をひっくり返すと、841話イーストブルーへ、語呂合わせはパーシー。パーシーとは突破するという意味です。841話ではレイジュが牢屋からサンジを逃がして、その後サンジはイーストブルーへたどり着く話ですから、1148話では今度こそルフィがロキを解放するかもしれません。そんな1148話の話数の語呂合わせ予想は、人々支配。引き続きエルバフを支配しようとする神の騎士団。それは6年前ハラルドも巻き込んで始まっていたのか。いい芝居。ヤルルはロキによるハラルド殺害現場にいましたが、本当はロキはハラルドを殺害してはいない。ハラルドを殺したのはソマーズ星なのかもしれません。しかしハラルドとソマーズ星が繋がっていたのは事実。そこでロキは父親ハラルドの名誉を守るためにヤルルに対して自分がハラルドを殺害したことにしてくれと言ったのか。つまりヤルルは芝居を打っていたのか。アンビシャス。アンビシャスとは野心、大いなる夢、大志のことですから、神の騎士団の野心やハラルドとロキの大志が1148話では語られそうです。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を釈迦じゃないよ、釈迦より先が